離れのこのコンクリート塀を隠そうという。もうビロビロビロってはい、片面に塗りましたね。だいぶ見違えたね。見違えましたね。立派になった。はい、おはようございます。おはようございます。今日は何の作業ですか？今日は離れのこのコンクリート塀を隠そうという。そうですね。ちょっといい感じに仕上げたいっていう。そうだね。むき出しだからね、今ね。今むき出しだしね。上の方は足場組んで塗るか張り替えるかっていうのを検討中なんですけど。そうだね。下の方はですね、今回ちょっといいやり方を発見したので、はい、チャレンジしてみようと思います。はい、やってみようと思いますね。じゃあ早速やっていきますか。はい、やっていきましょう。はい、じゃあ今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まずは何の作業ですか？まずはここ、なんか変にいろいろと段差があるからそうだね、ここを基準に綺麗にズバーッと切りたいと。そう水平に切りたいところですね。はい、直樹さんはその作業ですね。で、私はですね、このコンクリートブロックに板張りをしていこうっていう作戦だから、ちょっとそっちの下準備をですねやっていこうと思います。はい、じゃあやりますか。はい、よし。じゃあこれを1822本に長さ切っていきます。これでカット終了ですね。はい、レーザー使って墨み出し中ですね。ちょっとデコボコしてるんで、とりあえず一直線に水平に切って合わしたいと思います。はい、全面切り終わりました。フラットにしましたね。綺麗に切ったんで、そしたらコンクリート塀を洗いますね。下準備です。綺麗にしますね。じゃあ洗っていきます。はい、洗い終わりました。あとは乾くの待つ感じですね。はい、じゃあ下地のですね笹の葉に入っていきたいと思います。今回はですねコテバケの方がどうやら塗りやすいらしいっていうことでコテバケを用意してみました。ちょっとこれで塗っていってみたいと思います。あ、確かにめっちゃ塗りやすい。
じゃあ壁に貼る板ですね、出てこうと思います。あと7、8セットですね、寝ていきます。はい、あれから1時間半ほど経ってですね、ようやく8セットの裏表と小口が全部練り終わりました。これを今度外に持ってって乾燥させようと思います。はい、これで最後のやつも乾燥させていきたいと思います。はい、今回うちにですね、案件をくれたロックタイトさんですね。あ、はい、ありがとうございあります。がとうございます。ドイツのメーカーなんだって。へえ。ドイツでなんと世界で800社、建築業界とかいろいろな業界うんうん。で業務用としてメジャーに使われてるらしい。ああ、そうなんだね。ロックタイトって意外と使ってたりするからね。あ、そうなの？うん。会社でネジ、そうそう、会社でね。おー。ネジの緩み止めとして。ああ、なんかそれが有名らしいよね。そう。結構昔から聞いてたったな。ロックタイトっていうのは。なんかここ数年なのかな。うん。DIY 用にいろいろ出たらしいんですけど、今回使わせてもらうのはこのノーモアネイルってやつですね。おお。もう釘はいらないっていうのがコンセプトです。耐久性があって、あで手記保持力、あ。はいはい。ピタってくっつけた時のくっつける速さ、ああ。で外でも使えると。はいはいはい。で異種素材同士も使えるらしくて、うん。今回今はですね、ここのコンクリートブロックのところに下地ですね。はい。タルキーね。こちらを貼っていこうっていう感じだね。はい。これを貼ってって、でそれにノジ板を鎧張り、はい、していこうと思ってます。前まではさ、コンクリートビスでこう打ち込んで止めてたからさ、結構面倒くさかったんだよね。面倒くさいのもあるし、やっぱコンクリートに穴開けちゃうから。そうだね。耐久性っていうか、そうちょっとね気になるところでもあったんですけど、これはくっつくらしいんで。くっついて耐久性もある。耐久性もあって外でも使えると。プラス80度からマイナス20度って書いてある。人が生きてる環境では使えますね。なるほど。濡れた表面でもって書いてある。濡れててもいけるらしいよ。だからさっき乾くの待ってたけど、実際乾かなくてもくっついたみたい。あらまあ一部一部まだ湿ってるんで。ああ、そうだね。普通だったら、普通の接着剤だったらちゃんと乾燥させた状態じゃないと弾いちゃってね。そうだね。ダメになっちゃうから。でこのノーモアネイルはね、作るっていうだけじゃなくてさ、物をね、物を作るだけじゃなくて、それを使って使い続けるっていうのまで見越した耐久性と接着力があるらしいんで、これから試してみようと思います。もう何年も持つってことね、くっつけたら。メーカーさんにも今回ちょっとお話伺って説明いろいろ聞いたんですけど、なるほど。多分聞いた話だと、ノジ板の方が弱いと思う。ボロボロになっちゃってね。そうどっちの耐久性があるかって言ったら、ノーモアネイルの接着剤の耐久性よりも、ノジ板の方の耐久性がないだろうから。そうだね。っていうので今回ノジ板を直で貼るっていう案もあったんですけど、そうだね。コンクリートブロックにね、それもできるらしいんで。なるほどね。でどっちにしようかなって思ったんですけど、おそらくノジ板の方が早くダメになるだろうっていうことで、ノジ板は後から交換できるようにビス止めして、その下地の方をコンクリートブロックに穴開けないでも止めれるっていうので。そうだね。こっちだと日にもさらされないし、雨にも当たらないから、雨がね直接当たるわけでもないので、持ちがすごくいいと思うからね。今回はねちゃんと全面塗ったんでいつもは塗らずにね、防腐と防御塗料をねちゃんと塗ったんで、持ちはいいかと思います。これで完璧でしょ。じゃあ早速やってみますか。そうですね。
はい、じゃあよろしくお願いします。お願いします。でこのね柔軟性があるっていうのがね、うん、ヘンケル社さんが開発した独自技術でフレックテックっていうらしいんですけど、へえ、きっとねコンクリートだとさ、うん、伸縮するそうだね温度とか条件が違うから、うん、そういうのでもこう接着剤がね伸び縮みして接着面を保保持する持してくれるよっていうことらしいです。で今回やっていくところもこのコンクリートブックがですね結構やっぱ平らじゃないんですけど、うん、そういうのでもつくらしいんではい。早速やっていこうと思います。なんか蓋がしてあるね。蓋を取って、はい、白いね。白って箱に書いてあったよ。ああ、そうか。はい、じゃあ点付けでお願いします。じゃあこっちの面でいいよね。広み。うん。お、はみ出さない程度にね。まあはみ出したら拭き取っていいですよ。まあ適当だ。適当。なんかバランス悪いな。こんなもんすか。はい、片面に塗りましたね。はい。そしたら、はい。木がさ、うん。反ってるからちょっとそれで数十秒待機ですね。くっついたね。うん。おお。今日はあれだね。1日経ってからじゃないと施工できなさそう。完全効果は24時間だからね。うんうん。なので明日続きやるっていう感じで、そうだね。今日は下地をやって、ああ、じゃあ残りの下地をやっていきますか。下地がね、デコボコしてなければこんな大量に使わなくてもいいのかもしれない。じゃあ行くよ。うん。はい。今2本目ですね。くっつけました。でこぼこのブロック塀にさ、うん。くっついてるのすごいよね。そうだね。普通のやつくっつかないよこれ。めっちゃ放置してる。すっごい保持してる。 4箇所に減らしました。ああ、それでもくっつくかですね。はい。はい、今6本ですねやったところなんですけれども、どうやらねうん。コンクリートブロックが想像以上にフリックしてるっていうか、そう、デコボコしてて。デコボコしてて保持しきれないやつがある。しきれないね。見ての通りの。見ての通りっていうかね、この隙間あるんですよ。下はまだね。下はねちゃんとこうピタってコンクリートブロック塀がまっすぐなね。くっついてくれてて、うん。この下3点ぐらいまではね、ああ、よしよしいいぞっていう感じですけど、でここに来てこのコンクリートブロックがさ、ギュッて、こうなってるからね。ででその上もそれからまだギュッてなって、で上で面になるっていう、そう。これはねちょっと接着剤が接着面に当たらないっていうそうだね。まさにそれ。ね、当たってないもんね。むしろこの状態でもキープしてるこれのはすごい。でキープしてるんだよ。すごくないっていう、びっくりですよ。ちゃんとした平らな面だったらね、平らな面だったらむしろこの1本目なんでくっついてんだろうっていうぐらいのデコボコ加減、これでくっついてるのがほんとすごい。でそれ以上に上端と下端でね、差があるところがあるんですよね。あるとか、あと塗りがこういう風にさ、突起してたりするところが結構あるもんで、その突起に当たるとさ、中心だけ膨らんでて上下外れるみたいなね。そうそうそう。あまりにもひどいところは一旦ビスで止めてますね。止めて、どうしようもないところはそうしてるかなって。そうですね。残りもやってきますか。はい。あんまデコボコしてない面はですね、ぴったりくっついてるんですけど、ちょっとこうプニプニした感じ。
なってますね。ここら辺が一番ひどくて連続でビスで補強したんですけど、そこから後半戦は今のところビスなしでいけてますね。ちょっとやり方っていうかね、コツがわからなかったからね。この建物のね、なかなか癖というさ、か癖強で、癖強で職人技だったから、そうだね、中盤を超えてようやく癖をつかんできた、癖とコツをね、掴んできた、今のところいい感じですね。ちゃんと本来のね、本当にノーモアレールノーモアネイルでいけてになってるからね。だんだん日が傾いてきたんですけど、ようやくですね終盤になってきました。あとはここの下とこっちのバナの下と窓周りをやっていけば下地は1回終わりになりますね。はい、今6時46分になりました。直樹さんが貼ってるのがラス1ですね。窓周りは明日作ってっていうことだよね。そうだね。それでいいんじゃないかな。板張りの下地は今貼ってるので終わりと。だいぶあれだね、ノーモアネイルだけでいけたね。そうだね。後半戦。まあ施工方法、慣れた。少しは慣れたよね。下地さえ本当まっすぐだったら、フラットだったらすごい楽なんだろうね。そうだね。そのね窓下あたりはでもね、今日やってきた中ではさ、だいぶフラットに近いからさ、結構つくの早いよやっぱり。はい、つけました。窓下はね結構優秀でした。はい、じゃあ今日はここまでできたので、はい、明日ですね。硬化してからついに板張りの方をやっていこうと思います。そうだね。はい、じゃあ撤収しましょう。撤収です。はい。さて1日経ちました。あ、もう見た人がいる。結果はこの結果は良さそうですね。くっついてる。よかったよかった。落ちてないね。そうですね。おお、やった。ノーモアネイルのところがいい感じ。私も触ってみたい。お、すっごい。カエルいる。ちょっと見たらさ。見てない。ここ隙間あるとこカエルいる。そっちから撮っても一緒ね。挟まってる。挟まってるっていうか自分から入りに行ったんでしょこれ。昨日いなかったもん当然だけど。接着してる面が、ほんとちょこっとだけだ。すっごいね。こんなんであ、これは大丈夫だわ。すごいね。でこの強度が、ただほんとね、ペタってくっつけただけだから、このちょっとはみ出てるとこさ、爪で軽く押すとで若干プニプニっていう感じ。あ、そうなんだ。プニュニってプニュニしてるでしょ。柔らかいけど硬い。硬いっていうか強度がある。どうやってこの保持ができてるんだろう。普通だったらね、圧着しないと無理だから、ほんとただペタってな。強度が持つのか。っていう感じだよね。すごいよね。これをね見てるとね、ペリっていきそうに見えるけど、そうだね。めちゃくちゃ強度保ってる。よかったね。これで今日は成功間違いなしですね。完全硬化したら本当人がぶら下がっても全然取れそうもねえな。
取れないんじゃない？人ぐらいの体重じゃん。 4箇所しか止まってないよね。うん、昨日やった時にこの面はフラットが出てたんでうん、めちゃくちゃ貼りやすかったです。そうだね。キュッて置いてちょっとしたら、あ、これなんかもういけそうだよみたいな。うんうん。はい、おはようございます。おはようございます。無事くっついたので、はい。はい、ノーモアネイルでうん施工してね、うん貼っつけてみたと。なので杉のノジ板ですねをこれから鎧針していこうと思います。はい。よし、そんじゃあ、はい、じゃあ今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。自分はレーザー使って基準となる水平取っていきます。このレーザーに合わせて板張っていくような感じになりますね。はい、じゃあこれでそれぞれやっていきたいと思います。だいぶ見違えそうだね。コンクリートブロックむき出しよりいい感じになりそうです。今のところね、ビス打っててもさ、下地が不安定な感じ全然ないもんね。めっちゃしっかりしてる。だいぶ暑いなっていう話をしてたんですけど、まだ9時前でした。超暑いね。今日は33、4まで上がるらしいですね。だいぶ高い位置まで晴れてきましたね。はい、これで買ってきた分のノジ板がなくなりました。すげえ量ね、まあ3セット買ったら間違いない。はい、もともとブロック塀についてた木箱ですか。こちらの方がちょっと重分で、これだと釘で打っても固定できないんで、ノーモアネイル使って、まあここの結構隙間がコンクリートベイトの隙間があるんで、ここら辺に充填してで止めたいと思います。さあどんな感じになるのかな。止まんのかな。大体面になります。窓枠こう歪んでたんですけど、こっちとこっちちょっとコンクリートの面にしたくて、こうノーモアネイルやった後にこっち側出っ張ってたんですよ。左側の方ですね。でさっき叩いてもこっち叩けばこっちが引っ込んでみたいな、一緒に引っ込んでとなってて合わなかったんですけど、こっち保持してくれてるんで無理やり叩けば歪み取れて、こっちは保持そのまんま、こっちは叩けば中に入るみたいなことができましたね。これは楽ちん。はい、こちらちょっとかさ増ししたいんでエクストリームジェル、こちらの方使ってみたいと思います。こちらの方は、多目的な接着剤で、木材と木材使ってみたいと思います。超強力って書いてあるんで、どんな感じかなって試しながらやっていきたいと思います。なんか耐久性もあるみたいですね。使い方は簡単ですね。ジェル状なんで結構漏れます。いよいよジェルの出番ですね。はい、終わおお、早っ。早っ。り。塗ってくれた。おお、すごいね。以上。早いね、やっぱ下地が平らだと。こっちも同じようにペタッと。うんうん。もうビロビロビローって。ああ。はい。はい。
タッとね位置合わせて、ついた、ずれてないよ。昨日から使ってるこれとこれですね。こっちが普通のノーマルネイルで、こっちがエクストリームジェル。あれだよね、軽度の DIY とかさ、インパクトとか工具とかなくいろいろてもね。必要だけど、これだけでね。これいいのはさ、結構多用途にくっつけられるからさ、いろいろ用意しなくてもいいと思うんだよね。そう普通プラスチック用とかさ、あ木工接着剤とかさ、あ、はいはいいろいろタイプごとに用意しなきゃいけないじゃん。はい。異臭剤同士でくっつく種類が多いから、はいはいはい。これを用意すれば OK あと本当さっき思ったのはと。工具がいらない。そうだね。まあさすがにこう木の加工とか切ったりとかはね、そういう工具は必要だけど、止める工具がいる。必要ないよ。買う時にカットしてもらえばいい。あ、そっか。買う時にもう寸法測ってカットしてもらえばいい。そう、カットしてもらえばいい。全あ、なるほど。そしたらあと組み立てる時は部ノーマルネイルだけでいけるっていう。なるほど。人の体重も余裕なので、椅子とかでもいほんと放置してくれるのがいいよね。ける。いい。普通つかないもんね、これ。そうだね。普通だったらポトって落ちる。ポトって落ちて、24時間とかさ、あつくまでにこう圧着して着しとかないと。動かないようにしとかなきゃないけど、それがいらないっていう。これはもう放置さえできれば翌日にはがっちり。がっちりいってる。はい、コントスターの部分切り出し終わったんでつけていきます。OK ですね。はい、今お昼の12時なんですけど、だいぶ張り進められてきました。直樹さんがやってる方は一番上の段に到達したところですね。全部貼らさるとだいぶ統一感が出そうだね。下だけでも印象はだいぶ変わるね。おー、貼り終わったね。だいぶいい感じだよ。いい感じ。上の外壁が色違うのはいただけないけど、下はいい感じ。こちらの方枠がないんで、枠を作ろうかなと思うんですけど、エクストリームジェルを使って作りたいと思います。とりあえず服の切り出しは終わってるんで、くっつけていきたいと思います。はい、早速枠組んでいきます。ちょっとこれ段があるもんでやりづらいです。片側は止まりました。はい、これでしばらく様子見ます。直樹さんは今何中ですか？リコイルスターターを紐切れたんで紐の交換しようと思って、想像以上にこう外れてしまって、ああ、そうなの。余計なもんがでバネをまたやり直してるの。そういうことです。これちなみに何の部品かっていうと、うちで一番活躍してるライガー君の部品ですね。そうだね。でそんな直樹さんの迎えでですね、私はこれからちょっとお遊びの実験をするんですけど、エクストリームジェルですね。でこれが異なる素材同士がくっつくんだって。へえ。でどうやら説明によると、こういうね重いレンガ、しかも一回使ったやつ、これ庭から出てきたやつ。それ庭から出てきたつ。そうだよ、庭から掘り起こされたやつよね、こいつ。でこういうのもくっつくらしいんで、本当かなってそういう実験をするんですか。いう実験をね、直樹さんを尻目にやってみようかなと。こんなにボッコボコのやつがね、くっつかないでしょ。だってデコボコしてんだ。いったな。だってくっつく面積がない。これがでもね、元のやつよりさ、2倍まで伸びるんだって。ジェルが。ジェルがビヨーンって伸びるらしいんだよね。2倍も伸びるの？ 2倍も伸びるらしい。
でそれでうん昨日乾燥した時のさうんシュースクと、うんうんまあ、こういうねブロックとかねはいはいほぼ伸びない素材うんがくっつけても取れないよって取いうれないよと話になるわけですか。話になるらしいですよ。本当かな。それを確かめると。それを確かめる。いけたかな。私のあの量で足りてるかな。だってね、どう考えても面積が足んないじゃん。デコボコしてるからさ多分点すぎて当たってる面がさ点だからさ点すぎて私のあの適当な接着でもいけるのかな、だいぶ適当だと思う。ちなみに直樹さんのそっちはうまくいきそうなんですか？今一番まずいとこだから話しかけないでみたいな。もちろんうまくいきますよこの前の奇跡をもう一度だ奇跡って言っちゃってるじゃんこの前の奇跡をもう一度、ライガーのロープがもう古すぎてこれがブチーってまた切れたらしいんで、この前和也さんに直してもらったのにね。和也さんごめんなさい、すぐ切れましロープ買ってきましたって。た。はい、ロープ買ってきました。何気に直樹さんのタイムアタックにもなって何分で治るのかっていういつの間にかタイムトライアルになってますよね。そんなつもりは全然まだかな、もういいかな、ダメかな。なんかさすがにまだ早いんじゃない。ちょっと良さげの手応えがするぞ。またまた。はっ、すごい直樹さんついた、見てよこれ。おお、すごくない？くっついたけどうん、まだその重量っていうか荷重がねかけれるかどうか。荷重は無理だよ荷重無理なの。荷重ってどういうこと？これあ、逆向きってこと？木がさ軽いじゃん。うん、だから逆向きってことでしょ。気になる木を持った時にこっちが落ちないかってことでしょ。ああ、まあそれもあるけど、う木自体にこう重りなりなんかこう。ん、それを1日経ってからじゃないと。ああ、そうなの。この木が持ち上がってるんだよ。ああ、そうだね。うん、逆にしてみたら。逆もういっちゃう？よいしょ。せーの。おお、おお、すごい。すごい。くっついた。くっついてるね。くっついてるね。なおさんの浮いてるのにボッコボコすぎて隙間あるのにくっついた。すげえくっついた。くっついたね。やば、すごいね。これじゃあもうしかもなおさんのことだから接着面汚れたまんまだろうな。何も洗ってないよ。そん土ついたまんまご土ついてゴミついレンガにコンクリートのねデコボコついてひでえもんだ。隙間浮いたまんまこんなズボラな人でもいけるってことですよ。いやどうなんでしょう。ちなみにバネはビャってなったので直樹さんはやり直してますなんかもうちょいいい方法があるんだろうけど。はい、直樹さんの修理タイムは15分でした。ああ、完璧じゃん。ロックタイトの圧勝ですね。ロックタイトの初期接着力の速さと直樹さんのライガーのねリコイルスターターの修理はロックタイトの圧勝ということで。幕外していきます。お、ビスなしでくっついたよ。まあくっつくよね。3分でこれです。カップラーメンです。3分でこのレンガがこうなったんだから。確かに。ちょっとここヒンジの方もエクストリームジェルを使って留めていきたいと思います。はい、2つ保持できたんでこれでヒンジの取り付けもできましたね。
でしばらく経てばガチッと固まると思います。はい網戸を枠に貼ってきました。隙間すぎて取れない見えない。直樹さんの手しか見えない。出たはい、とりあえずくっついてますね。とりあえずはくっついてる。問題は開くのか。おー、開いた。ちょっとまだ完全効果に時間がかかってっからさ、そうだね。優しく、優しくね。うん、とりあえずは大丈夫だね。問題なしですね。はい、お疲れ様です。はい、お疲れ様です。なんとか終わりましたね。なんとか終わりましたね。丸2日がかりでしたけど。はい。結構広い面積だったね。そうだね。まあ分かってはいたけど。分かってはいたけど広いね。奥行き9メーターあるからね。高さも1820あるんで。やばいね。なかなかでしたね。なかなかでしたね。想像以上に。でもいい感じになったんじゃない？ああ、そうだね。上がね、濡れてあればなおよしなんだけど。まあそれは後日ね。そうだね。足場を用意するとして。下の方は下の方だぶはい立派に整ったんじゃないでしょう立か。派になったね。立派になった。だいぶかっこよくなりました。あ上の方とあとちょっとシャッターの古さがね、気になるようになってきたけど。あ、いやいやいや、まあ前から気にはなってたからね。良くなったって思う。良くなったんだけど、ここら辺の面がさ綺麗になったからさ、余計もこっちのシャッターの古さがさそうだね。目立つようになっちゃっシャッターと外壁。た。外壁の色違いとか古さがねそう目立つようになったんですけど、無事できましたね。そうだね。無事できたね。下地が何本だったっけな。20数本のうちビス止めしたのが5本だけなので、だいぶ優秀ですね。優秀というか悪いのは下地なんですけど、下地そうだね。コンクリート塀がコンクリートブロックがフリックが激しすぎるっていうそうだね。最大の要因。こればっかりはね、仕方がないよね。よく下地でくっついてくれましたね。そうだね。よかったよかった。まあ今回ヘンケル社さんのロックタイトシリーズのノーモアネイル。そう、それノーモアネイルで今回やってみたけどね。そうですね。ピタッと貼ってね。本当に下地がフラットであれば、そうだね。すぐつく。すぐついて、あとは少し保持してあげれば。そうそう。何しろね、こんななってたよ。それで頑張ってはくれたから。すごいですよ。すごいと思う。今回使った商品はですね、概要欄の方に詳細記載しておきますので、気になった方はご覧いただけるとありがたいです。まあ次はですね、残りの2面、もう引き続きやってきますので、はい、ぐるっとやっていこうと思いますので。なかなか大好き。わかりました。じゃあ本日はご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございます。また次回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。バイバーイ。バイバイ。